眠気を流すための祭りでした。それが今では一年で一番眠らない夜になっています。8月の初め、青森。東北三大祭りの一つ、ねぶた祭りです。宿は半年前に予約しました。それでも普段の5倍の値段でした。半年前に動いて5倍。この祭りの人気は値段が先に教えてくれました。こんにちは。田舎の余白へようこそ。このチャンネルではガイドブックには載らない地元の人だけが知る日本の暮らしと文化をゆっくり紐解いていきます。東京から新幹線で3時間余り。思っていたより近いんです。昼に着いて駅の近くの郷土料理のお店へ満席です。陸奥湾で育ったホタテの刺身。それから貝焼き味噌。殻をそのまま器にして味噌だしと味噌と卵を入れ火にかける。ふわっと優しい味。腹ごしらえをしたら海の方へ。ねぶたの家はラッセでこの祭りの生い立ちがわかります。もともと津軽にはこんな風習がありました。夏の農作業は忙しくて眠くてたまらない。その眠気を木の葉や灯籠に移して川や海に流してしまう眠り流しです。そこへ奈良時代に大陸から伝わった七夕が重なり、紙と竹、ろうそくが広まって灯籠が生まれた。眠気も疲れも災いもまとめて水に流して福を祈る。つまりこの祭りの始まりは捨てるための仕掛けだったようです。手に持てるほどの灯籠が今では木と針金と和紙でできた巨大な人形になりました。題材は神話や伝説、歌舞伎の登場人物。作るのは専門の職人で、青森には名人の系譜があります。昼の間は海辺の大きなテントに並び、すぐ近くまで会いに行けます。そして夜7時、始まりは子供ねぶた。幼稚園の子まで法被を着て大真面目に歩いていく。オープンカーの上では水ねぶたが手を振り、港町青森誕生400年の横断幕が続く。この夜、大型のねぶたは15台。太鼓と笛に合わせて街中が叫びます。ラッセラー。諸説ありますが、その昔、灯籠のろうそくを出せ、出せとねだった声が、なまったものと言われています。ここからがこの祭りの一番面白いところ。踊り手は羽と呼ばれます。そしてこの祭りは見るだけの祭りではありません。正しい衣装さえ着ていれば誰でも列に入って一緒に跳ねていい。申し込みもいりません。出発の前に決められた場所に並ぶ。ルールはそれだけです。金髪の外国人がいい声でラッセラーと叫びながら跳ねていました。跳ねとの衣装には小さな鈴がたくさんついています。跳ねているうちにそれがポロポロ落ちる。落ちた鈴は幸運を呼ぶと言われています。だからはねとたちは自分の鈴を外して沿道の子供たちに手渡していく。1000年前、人は眠気を灯籠に乗せて流していました。今、その同じ夜に人は幸運を鈴に乗せて隣の子に渡している。流す祭りが渡す祭りになったんですね。交差点まで来ると何十人がかりで巨大なねぶたをぐるりと360度回します。腕の見せ所です。その度に歓声が上がります。8月の日本といえば汗だくの猛暑。そう思っていました。ところがこの夜の青森は21度。太鼓は鳴りっぱなし。掛け声は飛びっぱなし。なのに、頬に当たる風は涼しい。あれはちょっと忘れられない心地よさでした。祭りは見るものだと思っていました。でも、この街の祭りは、来た人を真ん中に引っ張り込んでしまう。あなたなら沿道で見ますか？それとも跳ねてみますか？もっと知りたい方はチャンネル登録をして他の動画も覗いてみてください。それではまた次の余白で。